僕自身が会社ではなくて僕自身がグローバルでなぜ、サービスを展開したくなったかなんですけど、やっぱり、人への興味関心っていうのがモチベーションになったと思います。日本で福岡市で暮らしていて、でインターネット関係 IT 関係のコミュニティをやりながら、もしくは参加しながら、仕事をしてたんですが、その中で、ある日ですね、外国人だけのコミュニティがあることに気づいて、どうやら大きなそこに壁があるみたいで、日本人だけのコミュニティと外国人だけのコミュニティが福岡市内であって、これはあんまりいいことじゃないなと思って、でそこの外国人だけのコミュニティに僕が足を運ぶようになったんですけど、当時はですね、現在進行形もわからないくらいの英語能力で、全然英語ができなかったので、英語を勉強しながら、でかつ外国人だけの IT コミュニティに足を運んで、そこでプレゼンさせてもらったりだとか、あと仲良く酒を飲んだりだとか、させてもらって、で、どうやら僕らと同じような気持ちの人、楽しく仕事がしたいぞっていう人がやっぱり、外国人の中にもそういう人がいるんだっていうことに気づけて、これはもしかしたら世界展開できるかもしれないっていうのは、まずは僕の、モチベーションとなりました。でその後、徐々に、英語の勉強しながら2009年くらいに、うちの、バックログの次のツール架空を作って、それが、まずは英語版だけで作ったんですよ。で英語版だけで作って、で図を書くツールなのでその言語に依存しないんですね。なので、これはもしかしたらその海外でも売って出ることができるぞということで、架空は、国外と日本同時リリースさせてもらいました。バックログの時はすごく批評されたんですけど、架空の時は国外の人たちにも向けたので、なんていうんですかね、すごくこう歓迎される声がいっぱい届きました。で、そのまま架空が国外でどんどん使われるようになっていってですね、でやっぱりその時も変わらずですね、国内国外という分け方ではなくて、楽しく仕事がしたいんだっていう分け方、そういう人たちにサービスを届けた方がいいだろうということで、なんていうんですかね、国内国外の二項対立的な考え方ではなく、楽しく仕事がしていきたいんだぞっていう人たちに向けたサービス展開っていうのを考えると、やっぱりそこはグローバルな展開になってくるなという感じで、今現在そういった人たちにもう国内国外という頭ではなく、楽しく仕事をしたい人たちにという感じで、サービスを提供させてもらうことになってます。いまだにぶつかり続けてる壁なんですけど、体験のない人にはやっぱりなかなかイメージができない世界なので、例えば日本に150人のヌーラボの社員がいて、で一部は、海外のスタッフ、同じヌーラバーと一緒に仕事している人がいるんですけど、一部は一緒に仕事ができてないので、なんていうんですかね、体験を一つにできていないところがあります。なのでグローバル感覚のある人とない人とがやっぱり生まれてしまって、そこはですねずっと、壁のように感じているところではあります。あともう一つ壁はあと2つあるんですけど、壁はまずはそういうふうに、接する人と接しない人がいて、そこの温度差とか理解の差、解像度の差がありますっていうのがものすごく大きい壁だと僕は思ってます。で次の壁としては、タイムゾーンですね。時間の壁、これは、日本とアムステルダムだとそんなに、大きいことはないんですよね。少し時間がかぶってるので。ただ日本とニューヨークになると、時間の壁というのがあって、
これをですね壁と取るか、それとも日本でお昼頼んだことが翌朝には届いているっていう、時短のテクニックとして取るかはもう本当その人たちの理解の仕方次第なんですけど、僕はぜひそのどちらかというと壁ではなくて、ハイスピードで動けるための何かとして受け取っていただきたいんだけど、やっぱりそこにはタイムゾーンの壁っていうのがあります。もう一つ、言語の壁ですね。言語の壁っていうのも、大きな壁だと思うんですが、やっぱり英語が標準語にはなってきて、日本人ももちろん英語苦手だし、外国人の方にも英語苦手な方ももちろんいるしで、言語だけではなかなか意思疎通ができないことっていうのがあります。ランゲージバリアというよりはコミュニケーションバリアっていうんですかね。別にみんな英語を喋れるわけではないので、英語を喋れたとしてもみんなブロークンイングリッシュというか各々の英語になっているので、本当にそれが通じ合ってるのかどうかも分かんないくらいのなので、そういった言語の壁というか理解の壁というか、そういったものがありますね。なんか言語の壁はテクノロジーでなんとかいけてるような気はしてるんですけど、まだまだちょっとはあるかなという感じですね。はい、そういうふうに3つぐらい壁がありますね。一人一人内部における解像度の差、日本国内のスタッフの解像度の差があるのと、タイムゾーンの差があるのと、言語の壁っていうのはあるって感じですね。その3つ、はい、まだまだ壁にぶつかっているところです。僕らの会社はもうそろそろ20周年20年経つわけなんですけど、よくここまで生き残れたなって感覚なんですがそうですね、なぜ生き残れたか、身の丈を知ってそれ以上のリスクを取らないっていうところがもしかしたら生き残れた理由なのかもしれないですね。なんか今だと、大きく調達してチャレンジして失敗して、事業を閉じるとか会社を閉じるっていうことが合ってるかもしれないですけど、僕らが創業した20年前っていうのはそういうのはなくて、やはり会社が生きていくことがすごく大事だったので、まずは、企業として黒字化することを、狙いますし、で何かチャレンジをするにしても痛手を負わないチャレンジというかちゃんと、これくらいまでのリスクしかないよねというリスクが分かった上でのチャレンジをしていきますので、そのお金が回らず大変になるってことはないなという感じですね。はい、であとは、僕らとしては大事なのはそういうふうにお金が、守られているのであれば、次に大事なのはやっぱり人で、そこはなんか一生懸命働きやすい環境を作っていくって、今もなお世の中がどんどん変わっていくので今もなお頑張っているところなんですけど、人が働きやすい環境を作っていくがその次にギリギリできているから、生き延びれてるのかなと思います。はい。5年後10年後10年後にはなりたくないんですけど、5年後ぐらいかなくらいには例えばすごくビジュアル的な話なんですけど、サンフランシスコに、旅行なりに行って、夕方ぐらいバーに入ってそこでビール頼んで飲んでいると、隣の席からバックログだったりだとか架空だったりとかを使っているような声が聞こえてくるみたいな、そういう、状況、そういうシーンに巡り合いたいなっていうのが、5年後ぐらいの
目標というかビジュアルですね。はい。そうですね。一時期は、スタートアップバブルのように大きく資金調達をやって大きく成長するっていうことにチャレンジしていくことがスタートアップとしては素晴らしいことだと、言われた時期もあるとは思うんですが、今後は、それだけではなく、それもいい道としてあるんですけど、それだけではなく、ちゃんと、まずは従業員が幸せであるし、会社が、長持ちするというスタイルのスタートアップも増えてきてほしいので、もし、あなたが、スタートアップに挑戦するのであれば、僕ら側に来た方が安全だよということをお伝えしたいです。あと、できればですね、起業したらすぐにバックログと架空に契約していただけると助かります。よろしくお願いします。じゃあ、応援してます。待ってます。よろしくお願いします。